皆さん、こんにちは。はい。今日は皆さんご覧になっている通りに、システム手帳を持ってきました。サイズは M6 サイズですね。M5 サイズあるんですけど、6ケツのシステム手帳の中で一番小さいサイズですね。結構、この M6 サイズ結構以前使ってたんですけど、最近あんまり使ってなかったんですが、今年また再開して使ってます。それで、今メインで使ってる M6 サイズの、バインダーは、アシュフォードから出てる、コーチマンジャケットですね。これ、ヘリティージコーチマンジャケットを使ってます。実は私、これを知った時に、あんまりデザインが好きなわけじゃなかったんですね。結構、ヘリティージの特徴だとすると、こういうスケアっていうか、スケアバッグ、このように四角のバッグっていうところがすごく特徴だと思うんですけど、今見たらめちゃくちゃ可愛いんですよ。めちゃくちゃ好きだし、すごく好きなんですけど、なんか、その当時には、結構私トラベラーズノートとか好きじゃないですか。それでちょっと革だったらフレキシブルでちょっと丸っこい感じが好きなので、そういうものを目指してたんですけど、だからこれを見た時に、こういうデザインは私好みじゃないんだけどって思ったわけなんですが、なんかずっと見てる間、ずっと目が行くんですよ。で、すごく気になってて、特にこのジョッターがついてるこの、コーチマンジャケットの方がすごくなんか、なぜかちょっとすごく好きになってて、結局はもうメインで使うようになってしまったんですね。はい。で、それで今ちょっとこの M6 サイズの、ヘリティージコーチマンジャケットをすごく愛用して使ってるんですけど、それを今回は皆さんにちょっと中身を少し紹介したくて動画を撮ってみることにしました。はい。それでもう簡単にちょっと見てみたいと思うんですけど、ですね、ここ、皆さんよく知ってると思うんですけど、このジョッタ部分がある、コーチマンジャケットの場合、このリングがこう、下の方に行ってるんですね。なぜならここに空間が必要だからなんですけど、こう、畳むことができるから、多分ノートも挟むことができるんですよ。それで私ノート1枚、1枚じゃない、ノート1冊を入れてて、そしてここリングの部分、また使ってるんですよね。はい。ちょっと開けてみると、こんな感じになります。はい。皆さん、わかりますか？この180度でバーッとこう平らになる、この感覚が、多分この、手帳の特徴だと思いますね。これが、なんか、ずっと使い続けたらものすごく、いいんですよ。使い勝手がいいっていうか、すごく使いやすいっていうところがあるので、もう、この、なんていうか、ぺたんこっていうか、こう平らになる感覚がすごく好きです。はい。それで、こう、ジョッタ部分があるから、普通こうやって使うんですね。ここにリピールを挟んで、結構ね、歩きながらも、こう、メモできたりする、そういう風になってます。それで、多分こうやって使うこともできるし、こうやって叩いて使うこともできるんですよね。はい。で、結構、このデザインがなぜかちょっと気に入ってて、もう買ってしまうっていうことになったんですけど、はい。ジョッタの部分は私はそこまで使わないかもしれないですね。はい。移動しながら立って使ったりすることはあんまり今まではなかったので、ちょっと普段机の上に使ってるので、こうやって広げて使ったりもするんですけど、はい。とにかく、こういう感じで、この中には、ですね、この無印から買ってるトゥードゥリスト、これを、こう、付箋型を、入れて使ってます。たまにこう書いてて、こう貼って確認したりしてて、そしてこの中で、このように、スタイルピットの、リフィールの芯を入れています。多分黒は今、こう、書いたばかりなので、まだ補充してないんですけど、たまに結構なんかこう、出ないようになってて困ってる場合あるので、こう、リフィール芯を1個ずつ、1本ずつ、こう、ここに入れています。もう、サイズがぴったりですよね。M6 にぴったりなので、こうやって入れています。はい。ちょうど、それで厚さもそうだし、ちょうどいい感じで入ってるんですよね。それで、こちらには、能率手帳を指してるんですね。一番
基本型であってて、小型版です。多分、これ、パスポートサイズと同じなので、もともとは、トラベラーズノートのパスポートサイズに挟んで、使ってたんですけど、今はここに挟んで一緒に今持ち歩いています。ここはどう使ってるかとすると、基本、ここ、ハビットトラッカーとして使ってますね。これ完全にもともとハビットトラッカーとして活用するために買ったもんなので、ここがメインです。ここに線引いてずっとハビットトラッカーとして使ってるんですよね。領域分けて使ってるんですけど、ここに使ってるのは前回、手帳の必須アイテムとして紹介してたこれですね。ジグから出てる、クレタ系から出ている、ドットペンです。これ、もう大好きで、もう本当に誰にでもおすすめしてるアイテムなんですけど、これでハビットトラッカーにこのようにチェックをしながら使ってます。そして後ろの、じゃあ、ここがメインだとすると、ウィークリーどう使うのかっていうところなんですけど、こういう風に、横型になってるんですね。これを、このように使ってるんですけど、左側には読書のスケジュールです。で、読書のすべてのスケジュールじゃなくて、私、読書のコミュニティで一緒に読んでる本とかがあるんですよ。それが1日に1チャプターとか1章とかになってたりするので、そういう、毎日少しずつ読むスケジュールをここに書いておきます。そして、こちら側には、私今、英語の勉強をしてるんですけど、英語の勉強の、スケジュールですね。今日はレッスン1とか、今日はレッスン2とか、そういうふうに、講義のスケジュールとか、英語の勉強の毎日やってることをチェックする形で、こうやって、使ってますね。はい、こんな感じでずっと、はい、すごく勉強してないところもいっぱいあったりもするんですけど、こうやって使ったりします。参考的に、ここに、入れてるスタンプ、ハンコっていうのは、プリクション使ってます。はい。プリクションがすごく、安くて、そして、なんか消せるんじゃないですか。なので、負担がないので結構愛用して使ってますね。これハンコ押さなくてもいいんですけど、押すことによってちょっとモチベーションが上がるっていうか、私ちゃんとやってるみたいな感覚がするので、わざと押してます。はい。で、このように、能率手帳を使ってますね。そしてこちら側のシステム手帳なんですけど、外側は、プロテクターは、プロッターのやつを使ってますね。そしてここ、インデックスとページなんですけど、これ実際、ですね、リフィールですよ。リフィールの紙、ライフですね。ライフのリフィールの紙に、スタンプをして、それでもうインデックスクリップを刺しただけなんです。なんですけど、これすごく気に入ってて、こんな簡単にインデックスページできんじゃんみたいな感じで使ってますね。はい。スタンプは結構私がマスコット代わりに使ってる勉強する、ハリネズミなんですけど、このように、各ページにこんな感じで、2色なんですね。シルバーとゴールドじゃないな、ブロンズかな。っていう感じで、こういうふうにインデックスページをいっぱい作ってて、使ってます。はい。で、感じで使ってて、ですね。これが、ウィークリーの方は、ノックスから出てるバーチカルタイプのウィークリーなんですけど、これ多分私、メイン手帳の紹介の時にも、普通に、バーチカルっていうか、縦型にいろいろツーズリストとか、バーチカルを使ってるんですけど、そこは結構業務的な部分とか、全体的に書いているので、この手帳は基本的に私のプライベートな空間なんですね。なので、日程とか入ったりもするんですけど、基本的に、個人のログを書いてます。で、ほとんど多分緑色のところが重要なところなんですけど、これをなぜつけたかというと、最近すごく睡眠の時間と質に気になってって、それでそこを記録取ってます。だから睡眠時間をちゃんと取ってるんですね。ただこれは M6 サイズだから、24時間バーチカルじゃないんですよね。で、6時からになってるので、そこから起床時間までの、時間を直接書いてます。で、そのように記録を取ってるんですけど、結構これ、私睡眠するときに、
Apple Watch をつけっぱなしで寝るので、多分記録が残ってるんですね。それでそれをもう写して書いてます。Apple Watch とか iPhone で確認することもできるんですけど、いちいちちょっと検索をかけて毎回確認しないといけないので、こういうふうに手書きで書いておくと、一目で見ることができるので、結構自分のパターンというか、私の睡眠パターン、そして、運動するパターンとか時間帯とか結構確認ができてて、意外とちょっと便利に使ってますね。はい。そして、このように、書いてて、ここは、私がすごく好きな、ほぼ日テンプレートですね。はい。なんか毎回結構使ってるので、どの手帳でも私使ってるので、これ必ず使わないといけないんですけど、ほぼ日このテンプレートっていうのは、大きさが結構名刺サイズよりちょっと幅が広いんじゃないですか。で、意外と多分、入れにくいんですよ。だから、こういう風に、ジャケットとかの、カバーとかには入ったりもするんですけど、私結構プロッタとか結構よく使うから、プロッタって、カバーが、皮一枚じゃないですか。だから結構入れるのが収納的な部分が結構難しいんですね。名刺サイズだったりカードサイズだったりすると結構いろんなリフィールがあるからそこに入れればいいんですけど、結構ちょっと曖昧な大きさだから、もうここにマスキングテープを貼って、もう穴開けました。で、それでもう入れたら結構これ、持ち歩きやすいっていう感覚で、なっているので、結構これはいいと思ってます。はい。で、このように収納して持ち歩いていますね。で、これは、アシュフォードから出ている、リフィルであってて、ここに、はい、中身とか入れられるものですね。で、今は何も入ってないんですけど、たまに重要なものとかは、書いてて入れておいたり、そこに付箋貼ったりするケースで使ってます。で、わざわざ真ん中に入れてるのかというと、結構これ、大きさがちょっと出てるので、はみ出てるので、こういう時に結構探しやすいんですね。なので、ここにちょっと重要事項とかは書いておく感じにしておきます。で、それでまたここからはスタディスケジュールですね。で、それで英語のいろんな、結構いろんな、レッスンとか、いろんな講義とか、いろんなテキストブックとか、いろいろちょっと混ざってるので、そういうことを全部ここに書いといて使ってます。これはですね、リフィールをプロッターのトゥードゥリストを使ってます。で、トゥードゥリスト、これ、結構、こちらに、どれぐらい進んだのかっていう工程表みたいになってるんですけど、0、50、100% とかになってるんですね。そしてチェックできるようになってるんですけど、で、私の場合、これ結構繰り返して見る形で勉強してるので、回数として使ってます。1回だらけにもう今なってるんですけど、また、確認しながらやるっていうことなので、こういう感じで今、勉強スケジュールは管理してます。はい。また別の、はい。ものとか、またこっちも別のスケジュールですね。っていう風に書いといて使っているところですね。はい。そして次が、リーディングリストなんですね。読書リストなんですけど、さっきの、コミュニティで一緒に、読むっていうスケジュールと別に、毎回自分で読んでる本あるじゃないですか。私結構トラベラーズノートに読書ノートを毎回書いてるんですけど、そこには、全部読み終わった日を、そして、レビューを中心に記録を取ってるんですね。で、ここは、毎回、私本を読むときにこの本読んだら、読み終わったら次の本じゃなくて結構いろんな本を一緒に読んでるんですよ。なので、そこをなんかどういう本を読んでたんだっけとか、いつから読んでたんだっけっていうこと結構あるので、それをちょっと記録を取ってますね。から読み始めたらもうここのリストに追加するっていう感じで、今5月だからこうやってるんですけど、例えばこの一番上の本はもう2020年の9月から読んでるところなんですね。なので、そういうふうに読み始めた日付を書いて、ここには読み終わった日付を書きます。なので多分ここ結構いろいろいっぱい書いてあるんですが、実際今5月に読み終わってる本は1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね、
9冊なんですね。はい。で、ここ日付書いて、ここになんか黄色いこうドットペンの上に書いてるのは自分なりの本を点数ですね。はい。それをつけて、レートをつけておくと、読書ノートを書くときに参考にして、そこに記録することができます。これは、レフィエールは、普通のこの6ミリ、普通のノートですね。このリピールを使っています。で、この普通のノートに上に、スタンプ。このスタンプですね。もうだけちょっと押して、月、そして年度を書いてるだけです。はい。それで、結構書いてるんですけど、すごく、これはすごくいいです。はい。アプリでも記録はしてるんですけど、やっぱり手帳パッと開いてすぐ確認できたり、すぐ書いたりすることができるので、ものすごく、よく使ってるところですね。そこをなんか12月までに一応作っておきましたっていうことです。はい。そしてその次が、フリーノートでやってて、いろんな、種類のフリーノートを入れています。はい。ここなんかいろいろスタンプをして使ったりもするし、メモを取ったりもするし、さっきのリピレに挟んでおいたりもしたり、またここで書いたメモとか重要事項の場合は、メイン手帳とかに写してそこに貼っておいたり、写したり、記録を、そういう形で使っています。ここはなんかお金の方なんですけど、一応ちょっと取っておいたんですけど、そういう簡単な支出のそういうリストとかを書く形にしてって、こちらにはちょっと、プロジェクトマネージャーを入れてって、そこに、もう隠したいところとか、一緒にまとめたいっていうところを入れる形に構成して、使っていますっていうところですね。で、こんな感じで使っていますね。だからこの手帳は完全に私のプライベート、そして自分開発っていうか、自分の成長のために使ってる、スケジュールなり、リストなりっていうことになるんですけど、これ結構なんかいろいろ私、ノーションも使ってるし、Excel とかも使ってるし、なんか Google カレンダーとか、いろいろちょっと活用できるデジタル的なツールもすごく使ってるんですけど、で、わざわざこのアナログ的な手帳を利用することで、逆にモチベーションが上がっている気がしますね。なので、すごく、愛用しながら使ってる、手帳です。メイン手帳と一緒に、いつも、持ち歩いてるから、愛情がもっと深くなってるんですよね。はい。で、本当に久々にこのちっちゃいサイズ、M6 サイズの手帳を使ってるんですけど、実はM5 サイズの手帳を使ってから M6 にもまた使いたいなと思ってても使ってるんですが、すごくいいんですね。はい。もう最近すごくハマってます。私、なんていうか、アシュフォードのこのバインダーもすごく気に入ってて、ものすごく、撫でながら、使ってる、そういうアイテムです。はい、そうですね。なので、皆さん、毎日、習慣をつけないといけないとか、このように細かく、少しずつ進めないといけない、そういうものがあったら、わざわざこういうふうに手に取って書いてみることも、多分皆さんがこれから習慣、ルーティン化するときにすごく役に立つんじゃないかなっていう気がします。人によってスタイルが違うから全然役に立たない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もしかして私のように手帳を書くものが好きとか、こういうふうに一目で見ることが役に立つとか、そういう方がいらっしゃれば、私も今年初めてこのように自分のための記録を少しずつ取ってるんですけど、結構、達成感もあるし、そして自分がなんか自分のために何かしてるんだっていう気持ちになってて、すごく、嬉しく、楽しく、記録を取ってます。皆さんも私のような、悩みとか、そういう工夫をしている方がいらっしゃれば、このように小さな記録でも少しずつ取ってみることはどうかなと思います。同じ悩みをしている方々に、一つでも役に立つポイントがあったらいいなと思います。はい。それでは、今日の動画はここまでにします。最後まで見ていただき、ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。